皆さんお疲れ様です。男旅インデックスファンドのハーフィーです。今回第2回目の YouTube ということで、また元気にやっていきたいかと思います。この動画いいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録、そしてベルマークもよろしくお願いいたします。今回はですね、ザ・ミレニアルズ渋谷店というカプセルホテルにまた行ってまいりました。まずはアクセスと企業情報からですね。渋谷のハチ公前広場から徒歩6分ぐらいで着くというかなりいい位置にありました。モディの方にまっすぐ行っていただいて左に行けば着きましたね。で、ミレニアルズさんは全国に3店舗あって、どこの店舗もアクセスがいいところにあるみたいです。そしてですね、カプセル内はもちろん良かったんですけれども、それ以外の共有スペースですね、ワーキングスペースとかが非常に充実していましたので、そこら辺に注目しながら皆さん見てみてください。で、こちらがミレニアルズ渋谷店の外観になるんですけれども、朱色のラインにガラス張りになっておりまして、外観から見た感じも結構おしゃれで、もう入る前からね、ここいいなって思っちゃいました。で、こちらチェックインするフロントが4階にありますので、まず来たら4階に皆さん行ってくださいね。そしてこのミレニアルズさんは3階から10階までのフロアを持っておりまして、男女別のためのフロアであったり共有フロアもありましたね。あとは部屋のランクによってこの階数が分かれてるんだと思います。で、先ほど他に2店舗あるって言ったんですけれども、他には京都と福岡にあって、こちらの2店舗も同様にコワーキングスペースが充実しておりますので、ぜひとも行ってみたいなと思いました。で、こちらの4階にチェックインするところがあるんですけれども、皆さん夜になっているんですが気にしないでください。同じ階にラウンジもありますので説明していきたいかと思います。もうこの見た感じがこのアフレコしててやっぱおしゃれだなって改めて思いますね。で、奥にキッチンがあって、これも共有スペースなんですけれども、冷蔵庫とかもあって、で、電気ポットとか、あとこちら紅茶ですね。その隣にはコーヒーマシーンがありまして、こちら止まってる間であれば何杯でもね飲むことができます。で、炊飯器であったりオーブン、そして電子レンジもありますので、買ってきて何かを温めることもできますね。食器もこのようにいっぱいありました。で、使った食器は自分で洗って、で、タオルで拭いてしまうっていう感じですね。で、こんな感じで IH ヒーターもあるので、何か友達同士で料理をすることも可能でございます。そしてこちらの階はラウンジなんですけど、こんな感じでワーキングできるスペースもございまして、コンセントも一つの席に一つずつついていますので、パソコン作業される方もね、かなりいいんじゃないかなって思います。で、こちらがミレニアルズさんの T シャツであったり、水筒であったりを販売してるみたいですね。で、チェックインをすると自分のフロアに行くためのね、カードをもらえるんですね。そちらを使ってエレベーターで向かっております。チェックインは午後の3時から翌朝の1時までで、チェックアウトは次の日の基本的には10時までですね。プランによって9時までとかあるんで、皆さん気をつけてください。次に宿泊料金なんですけれども、まず部屋のタイプが大きく3つありまして、スマートポットタイプとシアターポットタイプ、そして最後のワーク&スリープポットタイプがあります。僕らは一般的なスマートポットタイプに泊まったんですけど、シアターポットタイプは部屋の中にスクリーンがあるみたいで、自分のスマホの映像を映し出すことができるので、Netflix とかの動画ストリーミングサービス入っている方にはおすすめかなって思いました。で、最後のワーク&スリープポットなんですけど、こんな感じでちょっとワーキングできるスペースと、あとスマートポットがありまして、この2つのスペースを独り占めできるという贅沢なプランもあるみたいですね。次にカプセル内の紹介なんですけれども、こちらのブラインドを開けると部屋の全貌が見えまして、中はね結構真っ白になっておりまして、周りの空間と比べると結構ギャップがあるので良かったです。で、こちらのベッドなんですけど、アメリカでシェア率ナンバーワンのですね、会社のマットレスを採用してるみたいで、厚さも25センチあるみたいですね。通りで寝てるとき腰が痛くならなかったわけですね。で、こちらにはハンガー2つと S 字フックのようなものもございまして、コートとか、あと帽子とかもかけられるんじゃないかなって思いました。そして天井には空気の循環を良くするための空気口とか、あと天井の高さが結構高くて、全然狭い感じはしなかったですね。で、こちらにも荷物を置けるんですけども、リュックとか、あと僕はここに iPhone とか置いてましたね。で、この枕も2つありますので、分厚い方がいいよっていう方は2つ使えればいいんじゃないかなって思います。
で、こちらに1人で使うには十分すぎるぐらいのコンセントとか USB 挿すところあるので、すごい良かったなって思います。で、QR コードからアメニティとか飲み物を頼めるみたいですね。こちらベッドの下にも工夫がありまして、スーツケースのような大きな荷物を置くための、スペースあります。で、こちらの右側には金庫もついてますので、貴重品もしまうことができますね。次はこの iPhone なんですけれども、これはチェックインの時にもらうことができまして、照明の明るさの調整であったり、ベッドのリクライニングの角度の調整ができるんですね。で、こんな感じで細かく明るさを調整できたり、一番左のボタンを押すと一気に明るさが消えたり、で、一番右のボタンで一気に明るさが全開までね、つくような感じになってますね。で、次にリクライニングの調整で、こちらも微調整できるボタンと、一気にね、角度を上げるボタンがありました。で、こちら早送りすると、こんな感じで角度が上がっているのがわかるかなって思います。他にもこの iPhone で空調のオンオフとか、アラームの設定ができましたね。次はアメニティの紹介です。チェックインの時にこんな感じの黒いバッグをもらうことができまして、この中にアメニティがいくつか入っておりましたので、解説していきたいと思います。カプセルホテルのアメニティって部屋にあるんじゃなくてバッグでもらう形式なんですかね。で、中に入っていたのがバスタオルとフェイスタオル、そしてこんな感じでスリッパも入っておりました。軽くてね、歩きやすかったですね。で、これがポーチで、この中に小物がいくつか入っていて、綿棒とか、あとコットンですね。で、あとこのようなポケットティッシュも入っておりました。で、歯磨きセットも入っていて、使い捨てのやつですね。そしてこちらがアメニティ並べてみたんですけれども、今回館内着が入っていなかったので、僕は300円払ってイールのやつ借りてみました。下がこのグレーのやつで、上下どちらとも緩く着れる感じで、で、生地は布ですね。本当にパジャマみたいな着心地でした。上は藍色と白色2種類から選ぶことができるみたいです。で、この脇腹のところにですね、ミレニアルズさんのね、ロゴが入っていまして、おしゃれでしたね。全体的にはこんな感じです。はい、皆さん次はお待ちかねのコワーキングスペースの紹介に行きたいかと思います。部屋のブラインドを閉めまして、エレベーターに向かうわけですけれども、右下にね、地図を置いておきますので、後で10階のフロアも紹介するので、その地図を見ながらね、皆さん地形を想像して見てみてください。そしてエレベーターに着きましたね。ワーキングスペースは3階のフロアにありますので、今からね、10階から3階に向かうわけですけれども、もう3階がね、ほとんどワーキングスペースになっておりますので、すごかったですね。で、こちらエレベーターが開きますと、ちょっと休憩する場所がありまして、こちらがワーキングスペースになります。いやー、この空間はね、本当に見どころいっぱいでしたね。で、こちらがソファー席なんですけれども、テーブルの上にね、蛍光ライトで顔のアートのようなものがね、各テーブルの上にありまして、非常におしゃれでした。で、真ん中には長いテーブルがあって、奥にはね、ラウンジのところにもあったような、ちょっと椅子の高いね、テーブル席あります。で、こちらが真ん中のテーブルなんですけれども、真ん中のこのカバーを開けますと、コンセント挿すところがあって、電源も確保することができます。そして順番に回っていくんですけれども、奥に黄色とグレーのクッションが見えるかと思います。で、こちら仕事とか、あと作業で疲れた時に、ちょっと仮眠とか休むことができるスペースですね。上にもこのように絵がありまして、おしゃれでしたね。で、次は窓側のちょっと椅子の高い席なんですけれども、こちらもテーブルの横にコンセントがついていますので、電源の確保は問題ないですね。で、椅子の奥側にクッションが見えるかと思うんですけど、あちらにも座ることができるみたいで、好きな席に座ることができます。で、この高い椅子の席にもちょっとクッションがある席もありますので、お尻もあまり痛くなりにくいかなと思います。そして次はですね、またこちらにもドリンクのサービスがありまして、紅茶を飲むことができたり、あと水もね、完備されていますので、喉が渇いても問題ないですね。で、こちらのピンクのガラスの部屋がですね、電話をするための部屋でして、フォンブースと書いてあります。で、こちらちょっと中をね、拝見させていただいたんですけれども、テレワークする方とかにね、かなり向いてるかなって思います。ソファー席でお尻にも優しいですし、机がね、広いので、いろんなものをね、広げることができて、仕事もはかどるんじゃないかなって思いました。
で、次はこの青いガラスの部屋なんですけれども、こちらが会議室になっておりまして、複数人で会議ができるみたいですね。そして僕がいつも楽しみにしている Wi-Fi の速度測定です。で、こちらの数値は普通のカフェだと50くらいなんですけれども、このコワーキングスペースはですね、もう 360Mbps とかなり超高速の Wi-Fi でしたね。で、僕もこんな感じで動画編集ずっとやってたんですけれども、今回の動画編集の4分の1くらいはね、ここのワーキングスペースでやったらもう終わっちゃいましたね。で、少し疲れたので、こんな感じでソファーも利用して、ちょっと寝たりもしましたね。はい、10階に戻ってまいりまして、フロアの紹介に移りたいと思います。お手洗いとランドリーの紹介ですね。お手洗いはこのようにね、3つありまして、で、向かい側に乾燥機付きの洗濯機があります。こちら有料にはなるんですけれども、使うことができます。で、シンクが1台ありましたね。で、10階のフロアの空間的には、茶色とか黒、あと銀色とか使われていて、大人っぽいシックな空間で、このような空間にはね、やはりジャズミュージックがね、ぴったりですよね。はい。これがトイレの内観になっておりまして、トイレが銀色なんですよね。すごいピカピカでした。で、掃除もちゃんとされていましたし、トイレはもう完璧すぎて言うことがないですね。お次はシャワールームと洗面台のエリアにやってまいりました。で、シャワールームも3つあるんですけど、皆さんちょっとここで思うかもしれないんですけど、シャワールーム3つと、あとトイレも3つしかないということで、結構待ち時間とかあるんじゃないのとか、もしかしたら思うかもしれないんですけど、僕が今行った2階、カプセルホテルに行ってるんですけど、1回も被ることなく、むしろガラ空きで使えましたので、皆さんそこら辺はご安心ください。待ち時間はないですね。これが洗面台になるんですけれども、3台ありまして、シンクの上側に大きめの鏡がついてます。両側に照明がついておりますので、見やすかったですね。で、下にドライヤーがしまわれておりまして、このシンクの水圧チェックですね。はい、いい感じです。で、この上側に手を拭くタオルとコップありますので、うがいとか手洗いがね、スムーズに行えますね。次にシャワールームの紹介していきたいと思います。こちらまず入りますと脱衣所があって、で、奥に体を洗うスペースがあるっていう感じですね。このシャワールームは鍵をかけることができますね。そしてこちらに荷物を置くスペースがあるので便利でした。このスペースはある部屋とない部屋がありましたね。これがシャワールームの外観で、デザイン的には白と黒でモダンな感じでしたね。で、こちらの鏡がですね、非常に大きくて、洗面台のところも大きかったと思うんですけど、鏡が大きいと顔のケアだったり、あとシェーバーだったりね、やりやすいので便利ですよね。そしてボディーソープ、リンス、シャンプーがあるんですけれども、ボディーソープは甘い香りで、シャンプーはし終わった後ね、髪ギシギシすることなく使えましたね。シャワーは2種類ありまして、手で持てるタイプの一般的なハンドシャワーのタイプと、こちらの上側には水が雨のように降り注ぐオーバーヘッドシャワーがありました。お好みに合わせて使うことができますね。次に水圧チェックです。こちらがハンドシャワータイプの水圧になります。そしてこちらオーバーヘッドシャワーなんですけれども、このようにね、どちらも十分な水圧あって体洗いやすかったですね。シャワー入った後に借りた館内着着てみました。こんな感じで、やたらね、ロゴをね、強調したがっていますね。そしてシャワーも浴び終わってすっきりしたので、自分の部屋に戻ってね、寝ようかとしているところなんですけれども、実際のカプセルのフロアは非常に静かな空間になっておりますので、これアフレコだからいいんですけれども、皆さん現地ではね、絶対に喋んないでくださいね。カプセル内と廊下はこのブラインドの仕切り1枚で区切られていますので、音を出してしまうと周りにね丸聞こえだと思いますので、迷惑をかけないように静かにした方がいいですよね。はい、そしてベッドに入りまして布団をかけて寝るわけですけれども、やっぱり天井が高いので結構ね、カプセルとは言っても普通の部屋みたいなね感覚でしたね。で、このリモコンで電気を消して暗くしてですね、最後に iPhone の電源を切って、皆さん今日もおやすみなさい。は
はい、おはようございます。ちなみにこれ、アラームかけますと勝手に電気がつきまして、ベッドもね、少し傾いてくれて起こしてくれるんですね。で、これ、本当にね、起きてすぐ撮っておりますので、カメラがブレブレなのはご了承ください。ブラインダーを開けますと、こんな感じですね。で、夜と違って、やっぱり廊下もね、明るくなってますよね。もうここら辺ちょっと、ブレてますね。ブレてます。言わないでください。そしてチェックアウトなんですけれども、連れがちょっとのろくてですね、チェックアウトギリギリまで行っちゃって、少しカウンターは混んでたんですけれども、本当にチェックアウトは一瞬でできたので良かったです。で、あと追加情報で、なんとなくここまで皆さん、この動画を見られていて、ラウンジとかワーキングスペースがいい感じだなっていうのを理解できたかと思うんですけど、ここのザ・ミレニアルズ渋谷さんを運営しております、株式会社グローバルエージェンツさんがですね、行っているサービスが他にもあります。それは、アンドワークというサービスでして、月額制のサブスクリプションで、ミレニアルズさんのワーキングスペースをですね、全国その他7拠点をですね、仕事や作業の場として活用できるサービスを行っているみたいです。で、このサービス、個人的にはフリーランスの方とか、あと今ね、コロナウイルス蔓延しておりますので、在宅ワークやリモート会議を余儀なくされた方にですね、すごく需要があるんじゃないかなと思って、一人でね、動画作りながら感心しちゃいましたね。僕もフリーランスで働いてたら絶対に使うと思います。で、気になる方は概要欄にアンドワークさんのですね、詳細貼っておきますので、興味ある方はぜひ見てください。はい、ちょっと調子に乗りすぎて朝ごはんの話をサボってしまいました。で、朝ごはんはカウンターでね、紙袋に入ったパンをもらうことができまして、で、もちろんね、このようにコーヒーも飲み放題ですので、僕らはモーニングアイスコーヒーをいただきました。結構氷多めに入れてキンキンだったので、本当にこれ飲んだら目覚めましたね。で、パンの種類もですね、友達のも見たんですけど、結構甘めのパンが多かったので、それに関してもコーヒーがマッチしていて良かったです。はい、今回の旅はこんな感じになったんですけれども、いかがだったでしょうか。また定期的に動画載せていきたいかと思いますので、皆さんよろしくお願いします。それでは次の旅まで、バイバイ。